8月11日、待ちに待ったコミックマーケット104の前日です。今回はよそさんの原稿の合間に夏コミの原稿が挟まるという、なかなかきついスケジュールでして。ゆりひめコミックス、Mゆりジアンソロジー、寄稿させていただいております。よろしくお願いします。鏡合わせ、小村スバル、他で作っていただけますと。まあ、他のこともやっていて、かなりキツキツの進行だったんですが、やばい状態ながらも、なんとか出し物を全部仕上げきることができました。やばい状態の内容については後日。あとは東京へ向かうだけです。薄くなりましたが出発しましょう。東京品川に到着。大崎経由で臨海線に向かいます。この11から12日付近、台風が東北の方に接近しており、あちこちで電車が遅延してたみたいです。去年一昨年の夏コミでは台風直撃してひどい目にあったので、今年こそは無事に開催してほしいな。さて、宿泊場所に到着しました。今回は品川シーサイド駅。4月のイベントで泊まった場所ですね。ビッグサイトや観光地へのアクセスが抜群で、すぐ近くに商業施設もあり、その上ホテルも比較的安め。ビッグサイトのイベントに参加するなら絶好の場所となっております。今回のホテルが見えてきました。ハートンホテル東品川さん、3泊4日でお世話になります。チェックイン。実はここ、去年の9月に一度泊まったことがあるのですが、部屋の向きと高さによってはいい景色が見えるんですよね。13階です。高さは十分。あとは部屋の向きがどうか。到着。で、暑い。部屋もベッドも広い。シンプルにいいお部屋。水回りはいつもの感じ。そしてこの大きなカーテン、期待大ですね。あとは部屋の向きさえあちら側なら。綺麗。お台場や周辺の港の夜景です。明日の準備と晩ご飯を買いにホテルから出てきました。今回泊まっているホテルは海沿いに立っており、東向きの窓の部屋なら首都高速や工場地帯などの夜景が見れます。今回は北寄りの部屋なので、レインボーブリッジとかもちらっと見えましたね。こちらは去年撮った南寄りの部屋、道路や工場地帯が綺麗。シャワーを浴びて明日のお品書きを作り終えました。例によってアウトで見せられないよ。今日できることは全部終わり、あとは寝るだけです。現在すでに日付が変わって7時半。今日もとある事情により寝不足だったので、鹿で寝不足確定です。夏コミの暑さに耐えるためにもできる限り寝ておきましょう。ガチで命の危険あるからね。おやすみなさい。朝です。朝日が眩しい。窓汚いな。天気は快晴。
これは嬉しいですね。ずっと泣き込みは台風直撃好きだもんで。北コミケの国際展示場駅。冬は欠席してしまったので1年ぶりのコミケです。すごい人の数、テンション上がる。おや、入場列を外れていきますね。今回入場する前にこちらへ行かなければなりません。なんでそんなことに。そう、これが冒頭でちらっと言っていたやばい状態。新刊を佐川営業所まで歩いて取りに行かなければならない状態です。実は今回の新刊、締め切りが昨日の朝とかいうウルトラ極道入稿をしてしまいまして、寺家のまま東京に来てたのか。締め切りが超絶遅い代わりにどうやって本を自分で取りに行かないといけないプランを使いました。でもギリギリまで頑張った分、満足できるクオリティにできたのでよかったなぁと思ってます。用意してるプランです。舞台って送らせてもらったとかではないのでご安心ください。運搬中。入場し終えて設営準備を始めているところです。はい、先んじて話してしまうと、今回あまり動画が撮れていません。今回の出し物の量は膨大で、準備だけでなく販売に対応するのも本当に忙しく、 CV 山下七海のギャルはいいぞ。撮影して回るのは今までのイベント以上に厳しかったです。なので今回はサークル参加してきた様子をイラストを交えてレポートしていこうと思います。まず設営の様子から。今回は2スペースいただいてかなりの量を搬入しました。机の位置はここ。かなりいい位置。出し物は総集編の新刊位置。先ほど持ってきた新刊に紙袋、アクリルスタンド、ポストカード。もあるよ。普段の3倍近い物量に加え、今回はグッズセットを作らないといけないので、とにかく早く設営しないといけません。親活営なんてしてる余裕ないわな。設営の合間を縫って友達のところへ挨拶回りへ。作った本を友達や知り合いに配って回る風習です。お忙しい中対応していただきありがとうございました。そうこうしていると小須理子さんが到着。今回もキャラクターはオリジナルのリリアンでリュウさんに来ていただきました。超かわいい。セクシー。今回体調を崩してご欠席でしたが、もう一人のクロエのコスもお願いしておりました。制作をお願いする際はこんな感じで設定画を渡してお願いしております。衣装のコースも一緒だそうです。すごい。衣装制作ありがとうございました。本当に嬉しいです。ただいまよりコミックマーケット104 2日目を開催いたします。なんとまだ準備ができていないのに開場してしまいました。30分ほどセルフ販売停止をし、新刊グッズセットを作ることに。おお、すごい人混み。これこそコミケ。販売開始してからは本当に忙しく、新刊セットを作っては売りをひたすらしてました。たくさんの方が買いに来てくれたおかげで新刊セットが正午には完売。本当にありがとうございました。
込み終了。お疲れ様でした。現在、荷物の搬出列に並んでおります。命令表示。2ヶ月くらいかけて作ったものを今日全部出し切りました。不測の事態もありましたが、なんとか無事に終えられてホッとしております。天気も快晴でよかった。帰りましょう。砂漠に雨。いい曲ですね。モニコのコミケ生中継でずっと流れてるあの曲。コミケ Vlog を作るときはこの曲を使おうとずっと思ってたんですよね。Vlog 作り始めて随分経ってしまいましたが、ようやく達成できました。普段のニコ生配信はニコニコや YouTube にアーカイブがあるので、コミケの雰囲気を味わいたい方はぜひぜひ。コミケはビッグサイトの全ホールと屋外まで全て使って開催される超巨大イベントです。でっかいな。今回ずっといた東4から6ホール、反対側にある東1から3ホール、奥に進むとある東7、8ホール、サークルスペースのある西1、2、コスプレスペースの南1、2、企業スペースのある西館2階の西3、4と南3、4ホール。これら全てを使ったものが2日間の開催で規模2倍。本当にすごいですよね。東と西は過去の動画で撮影してるのでサイズ感の参考にどうぞ。2日間の合計で23万人もの人がこのビッグサイトに集結していたようです。すごい話だよな。そんな熱気に満ちたお祭りも終わって、あとは帰るのみになりました。毎回コミケはこんな感じで売り子作業にフルパワーしておりまして、コスプレや企業スペースを見に行くのはもちろん、買い物も行けないことが多々ありますが、熱狂の会場にいるだけで楽しいので、こんなでもコミケ満喫できております。会場の様子はニコ生のアーカイブとかで楽しんでます。漫画やコスプレが主にピックアップされますが、コミケには手芸や風景写真、歴史や料理研究などなど、本当に多種多様な出し物が各サークルさんから頒布されております。入場制限もなくなり、当日券も復活したので、コミケに興味のある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。次回は12月29と30日。シャワーを浴びて、今この状態です。疲労困憊だ。朝から塩飴しか食べてないのに、もう一歩も動けません。まぶたが閉じていく。さすがにお腹が空いたので、体は重いですが外に出てきました。ホテルのレストランは閉まってたので、シャワーの浴び直しになるけど外に出ざるを得ませんでした。ホテルの値段が安かったのはこれも影響してるのかな。そういえば、過去のコメントで作った本は通販してるのとありましたが、通販は委託という形でショップにお願いしてます。YouTube くんにはとてもリンクを貼れませんので、メロンブックス、ホムラスバルとか、虎の穴、ホムラスバルとかでググっていただけますと、 DL サイト、ホムラスバルで電子版も販売してます。ぜひぜひ。さて、夕食はここ、品川シーサイドフォレストで探します。飲食店で食べるにはかなりギリギリの時間です。まだ開いてる店はあるんでしょうか。とんかつ屋さん、よかった。まだ開いてました。豚肉は疲労回復に効くらしいので、今夜の夕食にぴったり。ビタミン B1、美味しかった。明日の朝食です。長かった一日も、ようやくこれであとはシャワーを浴びて寝るだけになりました。今更になってしまいますが、コミケでうちのスペースまで来てくださった方々、
本当にありがとうございました。イベントにて本を手に取ってもらえることが一番の励みと創作の活力になります。目が覚めました。体が疲労でバキバキです。朝日の日差しがすごい。朝食。帰るのは明日なので、一日ゆっくりできます。まだ6時だし、3時間くらい二度寝しよっと。むにゃむにゃ。もう。13時、部屋の清掃についての電話で飛び起きました。合計で12時間も寝てます。おお、いい景色。朝は日差しでよく見えませんでしたが、昼は綺麗に景色が見えますね。急いで支度して外へ出てきました。とりあえずお昼ご飯を食べに行きましょう。君の声がすごい。天気は引き続き青空。暑いですが絶好のお出かけ日和ですね。去年の夏はひどい天気だったな。お昼はまたシーサイドフォレストで食べます。近くに食べるところがたくさんあって、品川シーサイドは本当に便利。お昼はカツ丼。昨日の疲れが全く抜けてない体にお肉が染みます。美味しかった。さて、急いでホテルから出てきたので、まだ今日何をするか全く決めておりません。正直、今すぐホテルに戻って今日一日ベッドでコロコロしてたいのですが、せっかくの3泊4日のスケジュール、動画のネタを作って元を取らないとあまりにもったいないというもの。 YouTuber みたいなことを言い出したぞこいつ。どこか近場で涼しく遊びそうな場所を探してみます。いやいや、そんなに都合のいい場所なんてあるわけ。品川駅に到着。あまりに暑いからか、それともお盆で帰省している人が多いからか、かなり空いている印象です。これはチャンスかもしれません。どこへ行こうというのかね。暑い。目的地が近くてよかったです。ここは一体。マクセル品川アクアパークさん、今回はこちらにやってきました。夜遅くまで営業しており、アルコールを楽しめるバーもある大人向けの水族館さんだそうです。水族館か。商用利用でなければ館内撮影もかとのことで、お言葉に甘えて楽しませていただこうと思います。ここアクアパークはプロジェクションマッピングを用いてアート的に生き物を展示しているとのこと。見たことない光景です。これはすごい。ハリセンボン、顔が大きくて可愛い。噂のバーコーナー、水槽を机にしてドリンクを楽しめるようです。大水槽エリアの水中トンネル、天気がいいから光が差し込む量が多くてすごい綺麗ですね。ここ夜に来たらどんな景色になるのかすごく気になります。これはもしかして
おお、有価賞。すごいすごい。こういうの初めて見ました。大阪の海遊館はそうやってないからね。いやー、思いつきで訪れた水族館でしたが、本当に楽しかった。もともと水族館に行くのが好きだったんですが、ショーはまだ見たことなかったんですよね。ショーの動画とかよく見てました。もちろん、動画で紹介した以外にもたくさんの見どころがありますので、品川アクアパーク、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ソロレナ。今回、写真も動画もズームして撮ることが多かったので、以前買ったデジカメが大活躍してくれました。動き回る魚を撮るのは難しかった。晩ご飯タイムです。いつもだったらこの辺で夜景コーナーをしてるところなのですが、昨日も今日も歩き回ってヘトヘトなので、今回は夜散歩は諦めました。夜でも暑いしね。今日の晩ご飯はここ、イルビゴーレグランデさん。魚介のトマト風味スパゲッティ。水族館の後は魚介が食べたくなりますよね。美味しかった。到着時がラストオーダーだったようで、食べ終わった頃にはもう閉店されておりました。明日は大阪に帰る日ですが、12時間以上寝てしまい全く眠くありません。果たして今夜眠ることはできるんでしょうか。ムー。ね、眠くならない。一睡もできないまま外が明るくなってきてしまいました。昨日12時間も寝たから。チェックアウト期限は12時。なんとか寝ることができるのでしょうか。2時間くらい寝たような、寝られてないような。今日も快晴。帰りの日はいつも雨に降られてたので、今回は運が良いですね。朝ごはんはバーガーキングさん。初めて食べます。美味しい人の評判だけあって美味しかった。と下手食レポ。王者のチェックアウトまで暇つぶし中。以上の力に揺るがり、シンプル召喚。チェックアウト。3泊4日お世話になりました。帰りましょう。品川駅に到着。今回はもうヘトヘトなので寄り道せず帰ります。お盆のシーズンのはずですが、駅内の混雑はそうでもない感じがしますね。東京駅から新幹線に乗ることも。バイバイ東京、バイバイ暑い夏。と、エモくお別れできたらよかったのですが、2ヶ月近く家にこもって原稿し続けて、その後いきなり猛暑の中で3日間もフル稼働したので、
もうあまりにヒトヘトで、今はもう地にキルにつけてよかったなという感情しかありません。ほんと、無事にコミケ終われてよかった。お疲れ様。大阪駅に到着。で、気温38度。わおお、広い、でっかい。何度も来てますが、やっぱりこの広大さはワクワクします。あ、今回は天気のいい。実はこの後、スカイビルという大阪駅の近くにある絶景スポットへ遊びに行こうとしたのですが、あまりの気温と日差しに断念してしまいました。せっかくなので、去年行った時の動画をこの場で供養。梅田スカイビル、超高層ビルの上に屋上展望台がある大阪北区の観光スポットです。この高さで完全に屋外、風を感じながら大阪の夜景が一望できます。これまで何回も来てるお気に入りのスポットの一つですね。皆さんも天気のいい日にぜひ。スカイビル断念の後は大阪駅内を少し散歩して帰りました。帰ってしまったらお祭りが終わる。それが寂しかったのですが、体力的にもそうは言ってられません。気温やばいしね。これにて暑くて長い夏コミ旅行を終えたのでした。以前から他の人たちのコミケレポ動画をよく見てて、自分も作りたいなと思ってました。スマホを買い替えてカメラ性能が上がったのをきっかけにして、去年突然始めた Vlog 投稿ですが、ようやく念願だったコミケの Vlog を作れて嬉しいです。本当は最初の日本の次に去年の夏コミの動画作るつもりだったもんで。ここまで続けられたのは、見て感想などをくださる視聴者さんたちのおかげです。ありがとうございます。帯を売っていく。次の投稿は、年の明けた1月とか2月とかになるかと思います。これから冬コミの準備とかも入るしね。少しまた期間が空きますが、よろしくしていただけると嬉しいです。チャンネル登録して待っていただけるとすごく励みになります。それでは、長時間のご視聴ありがとうございました。バイバイ。